こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回は前回の動画の続きです。前回の動画でハロウィンパーツをジャコーランタンとゴースト作りました。そして今回の動画ではお客様がご来店いただきまして、まずはジェルのオフとプレパレーションをしていきます。プレパレーションは爪のファイリングだったりとか甘皮のケアなどが含まれております。ジェルを塗る下準備のことです。それでは早速ジェルをオフしていきます。まずもう動画では終わってしまいましたが、先端を短くしてから表面を削っていきます。前回のネイルには何本か 3D が載っています。今まで使用していたアクリル素材だとオフが結構時間がかかります。アクリルが硬いので削るのも時間かかるし、溶けるのもとっても遅いです。で、前回使っているクレイジェルだとジェルなので通常のジェルよりは遅いですけれども、アクリルよりは溶けるのが早いです。そしてとっても削りも早いです。ジェルってもともとアクリルより軽いので、クレイジェルもアクリルに比べるととっても軽いのでね、オフが早くなります。一本の指をずっと削り続けると摩擦熱が伝わってしまって熱く感じてしまうので、少し削って隣、少し削って隣の指というように何周か回るようにしてどんどん薄く削っていきます。ダストをしっかりと払ってからオフ溶液でジェルネイルを溶かしていきます。私のジェルネイルオフ動画をよく見てくださってる方はご存知だと思うんですけれども、オフの時使用したメーカーさんによって結構溶ける速さが違います。もう片手も削ってオフ溶液で巻いてと同じ作業をして戻ってきた頃にはもうアルミを外したらペロンって溶けるぐらいすごい綺麗に溶けている時もあるんですけれども、今回のねメーカーさんはそんなに溶けてないだろうなとは実は思ってたんですけれども、思った以上にちょっと溶けていなかったので、もうね触ってみたら表面結構普通に硬かったです。で、下のベースジェルももう全く溶けていない状態だったので、残っているカラージェルの部分を削り落としてベースだけ残して急遽リペアをしていきます。念のため他の指ももしね万が一溶け始めていると
逆にリペアをしてしまうと危ない可能性があるので、一応ね、メタルプッシャーで表面触ってみて、硬いなっていうのを確認してからリペアをしていきます。それでは甘皮を押し上げていきます。中指は指周りがね、今回かなり硬くなっていました。で、お客様も結構気にされていたので、なるべく柔らかめにするように、少しこの角質のところ自体も削っていきます。ただ、硬くなっているところって何かしら原因があって硬くなっていることがほとんどなので、すごい元通りに柔らかくなるぐらい取ってしまうと、取りすぎで皮膚が赤くなったりとか、柔らかくなってしまったのにそこの場所をお客様がやっぱ生活上よく使っていてよく当たるなどが起こると痛くなってしまう可能性があるので、取りすぎも要注意です。爪の表面をサンディングしていきます。今回ほとんどベースジェルが残っているので、地爪の部分とジェルの部分がつながるように軽い力でかけていきます。キューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。中指以外も指周りところどころ
角質で硬くなっているところあったので、取りすぎないように注意しながら少しだけ取っていきます。中指、このコーナーのところ特に硬くなっていて、かなりねまだ取りづらい状態だったので、後でもう一度グリーンポイントを使っていきます。それでは中指、このコーナーのところね、本当に今回かなり硬くて、お客様もこんなに硬くなったの初めてでって言われていたぐらい、結構本当に硬かったので、慎重に柔らかくはなったけど、まだ少し硬さ残ってるかなというような、いい塩梅の硬さを見計らって柔らかくしていきます。本当ここは取りすぎ要注意です。それでは今回の動画はここまでとなります。次回の動画でジェルネイル編となります。前回の動画で作ったハロウィンパーツを置いたり、もちろん爪の上でも直接キャンディーや 3D 作っていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それでは今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。いつもとっても嬉しいです。それではぜひまた見に来てくださいね。またね。